ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント、励みになっています。ありがとうございます。宇宙からの愛と癒しのメッセージ届けていきます。3つの選択肢の中からお選びください。左から1番、2番、3番、カードや石でピンときたものをお選びください。準備ができた方から始めていきます。1番、ラピスラズリ、インパチェンスのカードを選ばれた方の宇宙からの愛と癒しのメッセージをリーディングしていきます。テーマ、現状、課題を見ていきます。逆位置のワンドの8、地の9、喜んで手放す、畏敬の念、その先を見る、今までに一生懸命取り組んできたこと、お仕事などで成果を得て楽しんでいる、自然や動物と触れ合うなど心地よく過ごすように心がけている、一人の時間を楽しんでいる、自営業を行っているという方もいらっしゃるかもしれません。事業がうまくいっている、より良いものを楽しんだり、ゆとりのある生活を送ってはいるけれども、何かうまくいっていないことがある、見当違いの進展だったり、先延ばしや時間がかかっているということがある、思うように進んでいないようなことがある。そのような時には焦ったり諦めたりせずに、願いをイメージして、あとは宇宙のタイミングに委ねていくといいようです。期待通りの形でないということもあるかもしれないですけれども、結果的には本当に願っていたものであるようです。形に対するこだわりを捨てて、奇跡が訪れるための余地を残しておくといいようです。畏敬の念のカードが出ていますのでね、すべてのものに対してよく見ていくということと、尊敬していくということ、そしてすべてのものに価値があるというふうに見ていくことによって、現在抱えている問題に対しての見え方が変わってくる可能性があります。インスピレーションを得ることができたり、全体像などがはっきり見えてくるという方もいらっしゃるかもしれません。想像力を使って目に見えるものの先にあるもの、分かりきったことの先にあるものを見る、ビジョン。
本当に経験したいということにつながっていくような新鮮なビジョンが見えてくるようです。物事が起こるタイミングについてはあまり心配しないで、宇宙のタイミングに委ねていくようにするといいようです。ご自分で想像したものが目に見えない世界で形作られて、やがて現実世界に現れてきますのでね、想像をしていく、想像をし続けるということがとても大切になります。次にこれからの方向性、行った方が良いことを見ていきます。ワンドの7、ワンドの7、遠く離れた場所、新たな地平が開かれます。呼びかけに応える時は今です。月明かりの旅、魔法を信じなさい。ワンドの7がダブルで出ていますので、強いメッセージになります。思うような状況ではない時も妥協せずに、やるべきことをやっていく。自分の立場、ポジションを維持する。自分の信念を守る。自分自身を信じる。直感を大切にする。直感に耳を傾けていくようにするといいようです。遠く離れた場所、新たな知恵が開かれますというカードが出ています。旅の始まり、内面的なシフト、運命が変わるような幸運の訪れ。物事は見た目通りではないようです。変化が訪れるようですので、心の準備をしておくといいと思います。何が来ても、どんなことが起きても対応していくという心構えが大切になります。呼びかけに応えるというカード出てますのでね、呼びかけのサインを受け取ることができるようです。心でその呼びかけを聞いたら、待たずに行動を起こして前に進んでいくといいようです。人生に祝福とサポートが入るようです。サインを見逃さないでください。物事は見た目通りではありません。ご自分の直感を大切にして、それを信頼しましょう。奇跡を起こす鍵は魔法を信じることです。目に見えない存在がより良い方向に向けてサポートをしているというふうに信頼していくことが大切になると思います。ここからはさらに掘り下げて、1番さんに
必要なメッセージ、アドバイスとなるようなメッセージをいただいていきます。ダイアルカナカードの戦車、地の3、水のように漂う、ポジティブアファメーション、映画を見る、自分がやりたいと思うことや好きなことをする、技術や才能、一生懸命取り組んでいることなどを極めていくようにするといいようです。想像力を生かしていく、想像力を生かした作品だったり商品など、最高の水準を求めていくようにすると、経済的な報酬につながっていく可能性があります。ご自分の考えや気持ちと同じような人たちと協力をして進めていったり、その中でリーダーシップを取っていくようにするといいようです。願望や目標を達成するために積極的に取り組んだり、バランスを取りながらスピーディーな行動を心がけていくといいようです。水のように漂うのカードが出ています。水は体や感情、エネルギーをきれいにする、浄化するパワーを持っていますので、浄化したいと思うことがあった時には、水に対して心からの感謝の気持ちを持って意識的に水に関わるといいと思います。例えばシャワーを浴びる時だったり、湯船に浸かる時などに感謝の気持ちとともに洗い流して浄化していく、きれいにするというふうに意図するといいと思います。きれいに浄化されていくイメージを持っていくということですね。それからポジティブアファメーションのカードが出ていますので、ご自分の思考パターンですね、考えることでポジティブでないなと思われるものがあるなというふうに思われている方いらっしゃいましたら、できるだけポジティブな方向性、ポジティブなバイブレーションを維持していくために、自分自身に対して愛と思いやりを持って語りかけるようにするといいようです。元気や力が湧いてくるような言葉やインスピレーションが湧いてくるような言葉を繰り返したり、紙に書いて見えるところに貼っておくのもいいと思います。リラックスをする必要があるというふうに感じたり、休憩、少し休みを取るということが必要だなと感じたときに、映画を見るといいようです。映像を見てどのように感じたのか、何を感じたのかということを大切にしてください。また子供の頃に見た好きな映画などがある方は、それを見るのもいいと思います。その映画を見るとどのような感覚になるのかっていうのを意識してみてください。
では最後にラッキーカラーを見ていきます。ピンク色が出ました。愛を受け入れる。心の問題や感情を癒したいとき、それから心を開きたいと感じているときや、心を静かに穏やかに保ちたいっていうときには、無償の愛のエネルギーであるこのピンク色のエネルギーをイメージして、心が癒しの光に包まれて満たされていくのをイメージしてみるといいと思います。深呼吸をしながら、このピンク色の光のエネルギーを吸い込んでいくような感じですね。そしてそうすることによってこわばりや硬さなどがほぐれて、心がキラキラと輝いて元気が出てくる、そういうのをイメージしてみるといいのではないかなと思います。1番を選ばれた方へのメッセージは以上になります。ピンとくるメッセージや心に残るメッセージがございましたら、参考にしていただけると幸いです。愛と感謝を送ります。ありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。2番フローライトアネモネのカードを選ばれた方の宇宙からの愛と癒しのメッセージをリーディングしていきます。テーマ、現状課題を見ていきます。ダイアルカナカード、正義、ジャスティスのカードが出ました。水の2、アトランティスの記憶、セラフィムのゲートウェイ、すごい光です。聖人のヒーリングコード、こちらもものすごい光ですね。秩序、公平さ、バランスが取れる状態を迎えています。物事のバランスが取れる、今までの努力にふさわしいものが得られる、良きパートナーシップ、協力し合えるような人間関係、気持ちの交換、分かち合う、親密な友情や真実の愛、恋愛関係という方もいらっしゃるかもしれません。愛はまだあります。諦めないでください。エメラルドグリーンの愛と癒しの光が届けられているようです。アトランティス
人の記憶のカードが出ています。こちらのカードからエネルギーを感じる方や、アトランティスと聞いて親しみを感じる方いらっしゃいましたら、アトランティスとの関わりがあるのかもしれません。魂の進化、進歩に関わることや、テクノロジーの開発、スピリチュアルな加速が起こるようです。こちらのイラストのこの美しい青い色のエネルギーに包まれている自分自身をイメージしてみるといいと思います。サポートが入るようです。素晴らしいと思えるものと同調して、さらに進化した生き方をしていく時を迎えていくようです。祝福されています。こちらのカードもとても光がすごいんですけれども、光のエネルギー、こちらのセラフィムのゲートウェイのセラフィムとは燃えるものという意味です。このイラストのような金色の光に包まれている自分をイメージしてみてください。こちらのカードからも光の祝福が届けられています。祝福されています。このセラフィムの光を受け取ると、イメージしてみるといいと思います。声の力を解き放つことをサポートしてくれているようです。地球とそこに生きるあらゆる生き物を大切にして、世界を変えていくような、世界を輝かせていくということをサポートしてくれています。大切な情報、癒し、必要なエネルギーの充電、それに必要なヒーリングコードと周波数が届けられるようです。宇宙全体の幸福に関わる高い次元、源から来ていると思いますので、自分自身のエネルギーをきれいにして浄化して再充電するための時間や空間を確保してください。癒しの拡大や調和をサポートしていくためのゲートウェイが開かれるようです。感情的なものや身体的なもの、精神的なもの、すべて含まれていると思います。ご自分の精神を安定させて光で満たしてください。健康面に関するガイダンスを受け取られる方もいらっしゃると思いますので、受け取れるように意識を向けておくといいと思います。今お伝えしたことがちょっと分かりにくいと思われた方は、これは頭で理解することではないと思いますので、あまり気にしないでください。良さそうだなというふうに感じた方は、受け取ると意図しておくといいと思います。では次に、どういう方向性で進んでいけばよいのか、これからの方向性や行った方が良いことを見ていきたいと思います。
逆位置のペンタクルの4、地のエース、人生は白いキャンパス、あなたは孤独ではありません。飛び込む、準備が整っていないという気持ちや、大切なものを維持できないのではないか、守れないのではないかなというような気持ちが出てきてしまう時もあるかもしれないんですけれども、日常生活、お仕事、経済面での安定や社会環境、コミュニティ、健康面、または地球に関することなどで改善をしていく方向性、とても良い運気、幸運が巡ってくるようですので、新しいことをスタートさせたり、将来に向けての計画を綿密に立てて行動を起こしていくといいようです。ポジティブな思い、感情エネルギーを大切にしてください。新たな高みを目指していきましょう。サポートが入るようですので、これはと感じたものは受け入れていくようにするといいと思います。人生は白いキャンパスのカードが出ていますので、現実化する、そのアーティストになった気持ちでどんな人生を送りたいのかについて想像力を使って白いキャンパスに描いてみるといいと思います。ご自分の考えや気持ち、感情、行動に関するバイブレーション、波動を高めていきましょう。人生に関わる人々と直接的な交流や触れ合いをするためにどのようなことができますでしょうか。現在はインターネットとして多くの人とつながるということが可能になりましたけれども、孤独を感じている方もいらっしゃると思います。それは直接的な交流や触れ合いではないからです。ご自分の心のバランスや活力を取り戻すために、一人で過ごすための時間というのはとても大切で必要であるとは思うんですけれども、孤立はしないでください。大切な方、身近な方々と心を通わせることを大切にしてください。アンドロメダのエネルギー、冒険、変化を受け入れるのカードが出ていますので、重要な目的を叶えるために必要なチャンスが訪れてくるようです。そのような時には
勇気を持って思い切って挑戦していってください。状況は先に進んでいくに従って明らかになってくるようです。途中で荒波や嵐の中にいるような気持ちになる時もあるかもしれないんですけれども、人生の波に乗ってほしいと伝えています。適応していく力があるようですので、そのような状況の中でもできるだけ心の平安を保つように心がけて、流れに身を任せていくようにするといいようです。ここからはさらに掘り下げて、2番さんに必要なメッセージをいただいていきたいと思います。逆位置のカップのクイーン、水の3、さそり座の新月、心の奥を覗き込む、水亀座の満月、真実に目を開く、いて座の新月、明るい面に集中する、現実的ではない考え、妄想や思い込みが強くなってきているなというふうに感じるような時がございましたら、さそり座の新月、心の奥を覗き込むのカード出ていますので、ご自分の心の奥を覗き込んでみてください。ネガティブな気持ちがないかどうかを見ていく。もしかすると乗り越えなくてはならない課題があるかもしれませんので、それと向き合って真実に目を開いていくようにするといいようです。そうすることで真実に目覚めることができる可能性があります。人生にはサイクルがありますので、心配しすぎないで一歩引いて見てみるといいようです。大切になるのは楽しむことだと思いますので、できるだけ明るい面に集中してください。人生の途中の道のりを楽しむような気持ちで、望んでいること、本当に心から望んでいることについて考えていくということが大切になると思います。安らぎと調和を大切にしてください。自分自身を信じる、自分の幸運を信じてください。楽しむということで言いますと、何か良い知らせがある、嬉しい知らせ、結婚や婚約、卒業などお祝いですね、お祝い、祝福するような機会があるという方もいらっしゃると思いますので、そのような時にはできるだけ参加して嬉しいお知らせを祝うようにするといいと思います。
自分の気持ちを愛する人たちに伝えていきましょう。楽しいと思えることやワクワクするようなことをしてできるだけ楽しんでください。最後にラッキーカラー見ていきます。こちらはジャンピングで出ましたカードなんですけども、レモン色ですね。こちらはエメラルドの色のカードを出ました。レモン色は革新的な思考をもたらすひらめき、知性の色というふうに言われています。レモン色の光線が自分自身に注ぎ込まれてくるのをイメージしてみるといいと思います。既存の枠組みにとらわれないような考え方やアイディア、直面している状況を切り抜けることができるような良い方法などが思い浮かぶのではないかなと思います。革新的な考えやひらめきが欲しいときにはレモン色を取り入れてみてください。そしてエメラルド色ですね。心、体、魂を鎮める色と言われています。恐れを克服したいとき、欲求不満を解消したいとき、傷ついた心を癒して心のバランスや調和を取り戻したいときなどに取り入れてみるといいと思います。エメラルド色の光を吸い込むようなイメージでゆっくり深呼吸をするのもいいと思いますし、小物やお洋服などでエメラルドグリーン色のものを取り入れてみるのもいいと思います。2番を選ばれた方へのメッセージは以上になります。ピンとくるメッセージや心に残るメッセージがございましたら参考にしていただけると幸いです。愛と感謝を送ります。ありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。3番アメジストの石と桃のカードを選ばれた方の宇宙からの愛と癒しのメッセージをリーディングしていきます。テーマ、現状課題を見ていきます。ワンドの5、水の4、自由、許し、過去の傷を癒す、現状に不満を持っている、争い、対立、葛藤を感じている、理想と現実との間での葛藤を感じている、より良いものを求めている、ステップアップしていきたい、チャンスや恵みにつながるようなことに気がついていない、大事なことを見落としている可能性があります。気づく必要性があるようです。
目を覚ます時を迎えている。過去の辛い経験や傷ついたことなど、怒りの感情や自分自身を責める気持ち、自責の念があるという方は、それらの過去の感情から解放されていく時を迎えているようです。少し時間がかかることもあるとは思うんですけれども、もう必要でなくなった感情を手放して自由になる許しの時を迎えているようです。そうすることで、知らず知らずのうちに影響を受けて幸せから遠ざかっていたことから解放されて、本来の自分自身を取り戻すことができるようです。もともと持っている輝きを高めて軽やかになっていきましょう。不要な感情を解放することが課題になります。心の自由を取り戻しましょう。気がつかないうちに自分自身で設けてしまった限界だったり常識などから解放されて、本来の力を取り戻していく時を迎えているようです。こちらのイラストの風船、さまざまな色の風船のように、ご自分で思っているよりも多くの選択肢や可能性があると思います。もしも恐れという幻想があるなというふうに感じていらっしゃる方いらっしゃいましたら、それはもう手放して、ご自分が喜びを感じるものやご自分にふさわしいと思える状況をご自分の意思で選んでいく、自由を取り戻していくということが課題になります。では次にどういう方向性で進んでいけばよいのか、これからの方向性や行った方が良いことを見ていきます。ペンタクルの8、大アルカナカードの世界、第二チャクラ、大天使アリエル、愛の天使、魔法使いと鏡、大アルカナカードの最後のカード、世界のカードが出ています。今まで時間をかけて取り組んできたこと、努力を重ねてきたことが実りの時を迎えていくようです。行った方が良いこととしては、選ぶこと、選択していくことです。
何かの完成に向けて大切なことに気がつくという方もいらっしゃるかもしれません。それは新しい始まりにつながっていくようです。何を選んでいくのかが問われています。魔法のような力をお持ちの方が多くご覧になっていらっしゃるのではないかなと思うんですけれども、本当の力を知り使うというカードですので、このイラストの魔法使いは左手に炎、陽のエネルギー、右手に水、陰のエネルギー、これらによって変容を起こしていく、このような魔法のような力を使うのかどうかということをご自分で決めていく、そういう大切な時を迎えていくようです。とても重要なことです。ご自分が意図することが外の世界に反映され、それを経験することになると思います。困難と思えるような状況を恵みに変えていくことができる可能性があります。第二チャクラ、こちらは親密さと創造性のカードですので、インスピレーションなどが得られると思いますので、それを生かすということで癒しが促されたり、自分自身を表現したり、創造性を発揮してさまざまなものを育んでいくですとか、友情だったり愛情など共感できるようなつながりを大切にして受け入れていく準備をしていくといいようです。優しいつながり、人とのつながりの中で深い部分でのつながり、エネルギー的なつながりを感じるような方がいて、そのつながりをさらに深くしていきたいというふうに考えていらっしゃる方いらっしゃいましたら、まず自分自身に対する思いやりを大切にしてください。愛に満ちた優しい波動、思いやりが、そうですね、思いやりや愛情を自分自身の内側に向けていくことがとても大切になります。これが今後に大きな影響を与えていくようです。ではここからさらに掘り下げて、3番さんに必要なメッセージ、アドバイスとなるようなメッセージをいただいていきます。大アルカナカードの逆位置の魔術師、風のエース、氷山、海底、夜明けの白鳥、
計画をしっかり立てる必要性があるようです。必要な情報を集めたり、必要な知識や技術を身につけたり、それからコミュニケーションを意識して取るようにして、ご自分の本当の気持ちを素直に伝えていくようにするといいようです。きっかけがなかなか作れないですとか、物事が停滞していて将来の見通しが立たないという場合は、今までの方法ですとか目的などを練り直してみるといいようです。計画に関する改善策や新しいアイデアを取り入れて、長期的な視点で計画を練り直していくといいと思います。それからコミュニケーションを取るときには、できるだけ明確に伝えていくということを心がけるといいようです。氷山のカード、自分の大手ですね、奥底に答えを見つけるというカードなんですけれどもね、見えるものだけが全てではありません。心の奥の部分に悩みや不調が溜まっていないかどうかをチェックしてみてください。水面下の氷山のように見えない部分にマイナスの感情が溜まっていないかどうかをチェックしてみて、もしある場合にはそれをまず認めていくことが大切になります。暗闇のように感じる部分を光へと昇華させていく準備が整っていくようです。重要なことに気がつくという方もいらっしゃるのではないかなと思います。海底のカード、自らの力でダイブするというカードですけれども、意を決して海に飛び込んでいるこちらのイラストは、自分を、変えるチャンスであるということを伝えてくれています。この先に素晴らしいものが待っているようです。ご自分の魂の声に耳を傾けて、それに勇気を出して従った人が宝のような素晴らしいものを手に入れることができるようです。行動力が鍵になります。夜明けの白鳥、こちらは信頼と変容のカードですけども、今までの考えから新しい考えに切り替えて進んでいく、勇気を出して困難な状況、困難な乗り越える必要のあることですね。そういう変容の時が訪れるということを伝えています。乗り越える鍵は、信頼できる誰かとの関係を築いていくことです。今までに恐れから向かい合うのを避けていたという方いらっしゃいましたら、その問題に向き合っていく重要な時を迎えていくようです。新しい世界が待っています。では最後にラッキーカラーを見ていきます。マゼンダ、赤紫色のカードが出ました。マゼンダは深遠な英知とつながって、人生に対する情熱を
目覚めさせる色というふうに言われています。美しいマゼンダ色をイメージしながら、数分間でもいいと思いますので、瞑想してみるといいと思います。何かの答えが受け取れるのかもしれません。もし1回で受け取れなくても諦めずに繰り返し行ってみるといいと思います。3番を選ばれた方へのメッセージは以上になります。ピンとくるメッセージがございましたらお役立てください。愛と感謝を送ります。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。